こんにちは、バーバです。今日はこの立体的なクリスマスツリーの作り方をご紹介します。折り紙5枚を使って作っていきますが、折り方自体はとても簡単です。とてもボリューム感のある仕上がりになります。では早速作っていきましょう。今回使う折り紙はこの幹の部分に15センチ四方の折り紙、そして葉っぱの部分に15センチ四方の折り紙、11センチ四方の折り紙、そして7.5センチ四方の折り紙が2枚になります。11センチや7.5センチの折り紙がない場合は、この15センチ四方の折り紙からサイズを切り出して用意してください。あと他に糊を用意しておいてください。まず葉っぱの部分から作っていきます。色の面を上に置いた状態でこのような向きにして三角形に縦と横それぞれ半分に折って折り筋をつけます。開いて次は白の面を上に置いて今度は四角に縦と横それぞれ半分に折って折り筋をつけます。全部広げて色の面を上に置いた状態で今ついている折り筋通りにこのように四角形に折りたたみます。そして開いている方の角を下にして閉じている角を上向きに置きます。この真ん中の角と角を結ぶ線で下の角を上に折り上げます。1枚ずつこのように折り上げていきます。残り3箇所も同じように折っていきます。下にある4つの角すべて上の角に合わせて折り上げます。このように折り上げて上から見た時にこのように十字の形になるようにしておきます。そして今折り上げたこの角ですが一度このように横に開いてそしてこの縦に通っている折り筋ですがちょうどこの真ん中から外側の角につながるこの折り筋が谷折りになるようにこのようにちょうどこの半分のところから角までが谷折りになるように折ってこのようにつまんで少し上に持ち上げるようにしてこの角が左右のこの両側の角とぴったり合うように位置を合わせてこのように折りたたんでこの部分をしっかり折って折り筋をつけます。そうするとこのような感じに折れています。残り3箇所も同じように折っていきます。
上に上げた角を一度横に開いて、ここの折り筋だけ谷折りになるようにつまんで、そしてこの左右の角とぴったり合わせて、そしてこの折り上げた部分をしっかり折り筋をつけておきます。残りも同じように折っていきます。はい、4箇所とも同じように折って、そしてこのように上から見たときに十字の形になるように置くと、こんな感じに折り上がっています。今15センチ四方の折り紙で折りましたが、11センチ四方の折り紙と 7.5 センチ四方の折り紙の1枚を同じように折っていきます。3つを折るとこのような感じに仕上がります。これがクリスマスツリーのこの3段の部分になってきます。次はこの一番上の部分を折っていきます。残っている 7.5 センチ四方の折り紙を用意して、色の面を上に置いた状態でこのような向きにして、さっきと同じように縦と横それぞれ半分に折って折り筋をつけます。白の面を上にして、次は四角に縦と横それぞれ半分に折って折り筋をつけます。開いて色の面を上にした状態で折り筋通りに四角に折りたたみます。ここまではさっきと同じ折り方になります。次は閉じている角が自分の方に向いて、開いている角が上になるようにしてこのように置きます。そして下の縁をそれぞれ中心の縦の折り筋に合わせてこのように折ります。裏返してこちらも同じように下の縁を中心に合わせております。折り筋をつけたら今折った部分を開きます。そして一つの角をこのように真上に立ち上げて、この立ち上げた部分の中を折り筋通りにこのように開いて折ります。残り3箇所も同じようにこのように角を立ち上げて中を折り筋通りに広げております。はい、
このように折れたら、こちらの角を上の方に向けて、それぞれの角を均等に広げると、これでクリスマスツリーの一番上のパーツが完成です。下に4つの角が来ている感じです。最後に幹の部分を折っていきます。今までと同じように色の面を上にした状態で三角形に縦と横それぞれ半分に折って折り筋をつけます。白の面を上にして、こちらでは四角に縦と横半分に折って折り筋をつけます。色の面を上にして広げて、ついている折り筋通りに四角に折りたたみます。そして閉じている角が自分の方に向いて、開いている角が上になるようにしておきます。下の縁をそれぞれ中心の折り筋に合わせております。裏返して、こちらも同じように両側の縁を中心に合わせております。今折った部分を開きます。そして一つの角を上にこのように持ち上げて、中を広げて折り筋通りにこのように開いております。残り3箇所も同じように折ります。ここまではツリーの一番上のパーツと同じ折り方になります。そしてこれから一度このように平らな面が表に出るようにこのように置いて、そしてこの角と角を結ぶ線で上の角を下に折り下げます。残り3箇所も同じように折ります。そして今折り下げたこの角をこれからこの内側に折り込んでいきます。内側に折り込むときにこのように両側に角がありますが、左側の角だけこのように手前に倒してこの角を挟み込むように
このように外側にあった角を内側に折り込んでいきます。残り3箇所も同じように折ります。外側の角を内側に折り込んでいきますが、この左側の角だけこのように手前に折りたたんで、この角を挟み込むようにこのように折っていきます。残り2箇所も同じように左側をこのように倒して、このように角を内側に折ります。4箇所このように折れたら、この角が上になるように置いて、そしてこのように上から見た時に十字の形になるように仕上げます。これで幹の部分が完成です。これで全てのパーツが仕上がりました。これからこのパーツを重ねてツリーの形に仕上げていきます。つなげる順番は下からこの幹があって15センチ四方のパーツ、11センチ四方のパーツ、7.5 センチ四方のパーツ、そしてこの一番上のこのパーツが重なってきます。この十字の角にこのちょうど十字の隙間を挟み込むように、このような感じに幹とこの葉っぱを重ねて、上の部分も同じようにこの十字の角にこの十字の隙間が挟み込むように重ねて、3段目も同じように重ねて、この一番上のパーツはこの4つの角が一番上の段のこの4つの隙間に挟み込むようにこのような感じに重ねて仕上げていきます。重ねるだけだと重みでこのようにとても背の低いクリスマスツリーになってしまうので、糊を使ってバランスよく貼り合わせていきます。まずツリーのこの幹のこの一番上の角のこの周りに糊をつけます。先端部分に糊をつけておいて、そして一番大きい15センチ四方の紙で折ったこの葉っぱの部分をこのように挟み込みます。そして高さのバランスを見て、このぐらいがいいかな、このぐらいがいいかなと幹の出方を調整して位置を決めたら、しっかり押さえるようにして幹と葉っぱを貼り合わせます。次はこの葉っぱの先端に糊をつけていきます。そして11センチ四方の紙で折ったパーツを挟み込みます。そしてこれも高さのバランスを調整して位置を決めたら、しっかり
貼り合わせておきます。同じようにここに糊付けして次の段を貼り合わせていきます。そして一番上のパーツはこの一番上のパーツの角の内側のところに糊をつけて貼り合わせます。この角の先端の内側のところに糊をつけてそれから今糊をつけた角がこの一番上のこの4つの角それぞれに挟み込むように組み合わせてそして位置が決まったらしっかり貼り合わせておきます。はい、これで全部のパーツが重なってクリスマスツリーが完成しました。今は片面が白の折り紙で折ったのでこの部分に白い面が見えていますが、両面同じ色の折り紙で折るとこのように全部緑が見えてくるので両面折り紙で折るのもいいと思います。そしてクリスマスツリーだからといって緑に限らずぜひいろいろな色で折ってみてください。見本でお見せしているこの2つのツリーは飾りを貼り付けて仕上げてあります。この飾りはこのようなネイルアートとかに使う細かい飾りのパーツをボンドで貼り付けてありますが、ぜひ皆さん工夫して飾りなどつけて豪華なクリスマスツリーに仕上げてみてください。簡単に折れてとてもボリューム感のある立体的なクリスマスツリー。ぜひクリスマスの飾りに作ってみてください。